三国志8、リメイク。三国志最強勢力の一角曹操を一騎打ちで壊滅させ微妙な感じの勝利を収めた我らが田中。曹操やその家臣らも仲間にすることに成功。もはや我らに敵なし、周辺諸侯を蹂躙するぞ石大寺にございます。侵略できないと思ってた南鄙に蘇樹が攻め込んできた。三叉路とはいえ領土侵犯とはこれいかに。まあ来ちゃったもんは仕方なし、今いる戦力でなんとかするぞ前に編成ミスで活躍できなかった、名前が読みにくい賢章とかそこそこの武将がいるな。田中たちは援軍に出せないけど周辺都市に援軍要請すれば2万は送れる。援軍が来るまで耐えてくれ主力不在でちと不安だが、援軍来れば多分勝てるかな。さあ三軍の芝居の弟の芝生よ、援軍情報を教えるのだ。敵援軍なし、こちらは4日後に来るってよ。恐れるな。それでは蘇樹の南鄙終戦、開戦。開戦2日目、蘇樹軍が姿を現し櫓の攻撃を開始。攻めるときは煩わしい櫓、守りのときは頼もしいぜ。そして南鄙を取り戻さんとあの男が登場、炎章である。名族炎章、自分の本拠地に返り咲く気か。2日目の終わりに森から突如純育が失踪。隠れて一気に都市攻略でも目指してんのかな。さあ朝だ、モーニングアローを食らえ敵3勝者とか使ってるけどいまいち、もうこのまま壊せず終わるんじゃね。そして3日目の終わりに軍師純育1部隊で突出し攻撃開始。都市の射程範囲どころかこちらの部隊に囲まれてるんだが、これはもはや自滅行為では。奴は有名な軍師、これは我らをたばかる巧妙な策略やも。マジか。あ、うちの援軍到着したぞ。領土の全右湖中戦登場で戦やアップ。突出して出てきた純育に、半周が雨でもお構いなしに劣化を見舞い。さあ名軍師純育、どう動く？続いて森で伏兵させてた半将に姿を出させそのまま攻撃。さらに予見も森から飛び出し連迎撃。名軍師純育残り HP348。最後は山賊まがいの肺現象がとどめ。何が名軍師の策略だ。規制のかけらもなさそうな奴にやられてんじゃねえか。策を講じよう。あ、ほら、芝居の弟の芝生がいたから事前に何かをカンパしたんだよ。なんか納得いかねえ。などと目の前で自分の軍師がやられたのに、同じ鉄を踏む君主の蘇樹。おい。しかし今度は本当に策略を実行。砂防義系で防衛軍の大半が混乱状態に、純育が狙ってたのはこれだったのかもな。まあ敵の半数以上は櫓に夢中だ。援軍部隊交代、まずは蘇樹を仕留めるぞ。援軍到着で兵力はこちらが上だが油断は禁物だ。混乱する防衛隊に心配の乱射。3部隊室と、地味に痛い。続いて櫓攻めしてた炎章も駆けつけ追加の乱射。純育のやらかしで楽勝かと思いきや、蘇樹軍意外とやりおるな。うわ劣化も来た。範中の兵力残り3000くらい、だいぶ追い込まれちまったぞ。検証、反撃を受けない記者で蘇樹を攻撃だ。うちの武将は率いれる兵士の数が少ないからいかんせん火力にかけるぜ。反将、炎に飛び込み追加で劣化を食らわせろ。とどまると炎症ダメージ食らうから行軍で即退避だ。予見、お前も炎の中を突撃して退避するのだ。ちまちま蘇樹を削るのだ。うおー、俺様も炎に飛び込むぜ。肺現象あんた行軍できないでしょ。劣化をお見舞いするも自らも焼かれる。やったー所詮山賊まがいのおバカさんよ。さらに名前が被ってる予見が聖者。これだけやって2000ぐらいしか削れてねえ。兵が多い部隊はほんと厄介だな。史実では曹操と袁紹の決戦となった関東の戦いで、三国志随一のやらかしで袁紹を敗戦させた準右慶。蘇樹に罵声を浴びせ戦争を使えなくするファインプレー。ああ弱ってる範中に袁紹の火矢が。弱ってる相手には全力で生きる。それが袁紹の生き様。ここで予見が策略域粗相を発動。厄介な蘇樹心配の戦意を下げることに成功。名前かぶりの予見は蘇樹の退路を塞げ、火の海から蘇樹を逃がすな。まあよく見ると蘇樹も得てねえけどな。そんな温存してた湖中戦、袁紹に汽車で攻撃。これで兵力もだいぶ減った。もうまともな攻撃はできないぜ。準右慶が反撃を食らいつつも渾身の連撃。酒飲んでなければ立派な猛将。お準右慶、お前一騎打ちまでするのか。相手は三国志演義で呂布に一撃でやられた僕順。この世界の準右慶は一味違う。関東の戦いを勝利に導くのだ。無事勝利。これで蘇樹の戦意はさらに下がりゼロだ。そこそこの名士長幕が名族袁紹にもう突。芝生の前に突き飛ばす。で芝生がとどめの一撃。じゃんけんも芝生はチョキ、袁紹はパー、芝生の勝ち。
さすが芝居の弟。ああまた弱ってる範疇が。一応うちの総大将だからやられると戦意に影響出るぞ。ギリセーフで年の背後に交代成功。ここまで来れば大丈夫そうだ。雨の中燃え広がっていた戦場は、8日目に晴天になりなぜか鎮火。普通逆じゃね？一マス足らずモーニングアローソジュに当たらずもったいなし。てかこっちの奴ら結局まだ櫓壊せてねえじゃねえか。愚か。だいぶ弱ってきたソジュに古中戦が渾身の連撃。3000ダメージ、ソジュも壊滅寸前だ。そして最後は三国志随一のやらかし武将準受け、敵君主を壊滅させ関との戦いを勝利に導き、歴史に名を残すのだ。敵部隊戦意減少。結構強い心配も懲罰の攻撃で壊滅。なお、ただいまこいつの弟の町長は6都市を治める大勢力になってます。さあ残りの敵は櫓に夢中、このまま待ってるだけで壊滅する、陣列を組み待機だ。でも敵の兵力も減っててダメージ少ないし待つのだるかったりする。もう、全員待機指示出すの面倒。地道な業務連絡が兵士の損耗を減らすんだ。我慢しろ。そう言われちゃ面倒だけどこのまま待機させますか。しかし3日後の終わり頃。どう？もう我慢しきれねえ。ああ名前が被ってて分かりにくい予見が抜けがけしやがった。こうなったら是非もなし、全軍予見に続け結果敵の戦意が回復してたので乱射を食らう。まあ大したダメージでないのでよし。でちまちま攻撃してから古中戦の突撃で作りを撃破。さすが強度の全羽、戦上手だぜ。残った右近も準受けが両撃で半壊させ、最後は懲罰のか乱攻撃でフィニッシュ。もっと厳しい戦いになるかと思いきや、2万程度の損害で勝利だぜ。我々の勝利だ、あったど良き戦であった。申し上げまする。今回は防衛戦ということもあり捉えたのは心配だけ、投用にも失敗したので逃がしてあげました。ありがたく。論功交渉は準受けが一番。準受け、この世界では名称として語り継がれるな。酒のマナチャーやつは名称さ。さて難避防衛も処理したし、お次は早々討伐の際に敵援軍に来た流体でも滅ぼそうかな。弱小相手の消化試合ですか？ここは政治89の損傷にお願いして、韓国で九州合併を打診しましょ。そして降伏韓国は成功、無傷で流体の勢力を吸収だぜ。202年7月、流体の勢力は歴史からその名を消した。でソジュにも降伏韓国を出そうとすると各先生も OK サイン。これはさすがに無理じゃね？韓国に行くのは長将、なんと後の参謀筆頭長将の長男、これはいけそうな気がする。王長将の息子か。かしこまった。これでソジュ軍も我らの軍門になりませんでした。まあそう簡単にはいかねえよ。ではソジュを滅ぼすため流体の板牧羊に主力を移動だ総勢28名の大移動、ソジュの領土は力攻めで奪うぞ。そして引っ越し先で田中は身重の東白ちゃんに内緒でこっそり男の娘の演技伝を実行。男の娘は義理浮気ではない。っていうかなんか一族のお宝と官室復興を託されました。仮に男の娘でも浮気じゃね？浮ついた気持ちじゃない、本気だ。なお立ちが悪いわこのゲスが。条件達成したらちゃんと配偶者にしなさいよ。かしこまった。これは菅の酵素 UFO が使っていた残打の剣。分解3級のアイテムをお店で購入。武力上昇脅威の銃。菅王室との運命を感じる。すごい武器を手に入れたので僕のコレクション、眉毛尖った刀はすごい眉毛の天意君にあげよう。猛将天意、いつの間に仲間に？ほら流体降伏した時。なある。そして田中の脱童貞からと月10日。田中と東博の間に女の子が生まれました。一人目は女の子か、おめでとう、可愛い名前をつけてやってくれ。で田中に悲しいお知らせ、あんた天意寺に正型で、長中になってるよ。じゃあ娘の名前名字型だけに。できれば中の字も消したくない。そうだ東博ちゃんがかんざしもさしてない未成年の時におじいちゃんの東卓に、領地を与えられたハートフルエピソードも交えてこの名前にしよう。だぐし。微妙に中の字が混じってるだと？かんざし特使を同列に扱うのはどうかと。まああんたの娘だ好きにしなさい。好評ではなかった。鳥間第一子誕生おめでとう。あったーす。一大事にございます。懲罰がソジュ軍に寝返りました。難避防衛で活躍した有能な武将が、寝返るならせめて弟の町長のところ行けよ。理法も取られた。サラミ金銭まで、ソジュ、これはけじめ案件だぞ。一大事にございます。孫権が陳留に攻めてきました。もう、一大事多すぎ。田中たちが移動した後を狙われたけどそこそこ強い武将で固めてある。孫権なぜ攻めてきた？出世が遅れてたりで引き入れる兵の数はちょい少なめ。
てか牧羊から田中も援軍に出せるし、趙雲の副将が芝居、顔料の副将が曹操、もうメンバーが豪華すぎて草。まあ来るというなら仕方なし、フルボッコに返り討ちじゃあ。三軍下記曰く、敵に援軍なし。こっちは牧羊落葉から約10万が援軍で来る。援軍だけで孫権軍より多いぜ。覚悟を決めよ。では孫権勝ち目がないのになぜ攻めたの戦い、開戦。開戦2日目モーニングアロー。これさっき難費で見たような。マップが使い回しなのは秘密だよ。おい。そして開戦3日目。ある程度削れそうだが今回は数が多いから、櫓落とされるかもしれんな。ああなんてことだ。孫義が突如来たから年を追おう。難費で順育もやってたな。孫権のお兄ちゃん勝覇王孫作が孫一族の連携で櫓サクサク攻撃してる。これは良くない。まあ無理攻めする理由もない。全軍交代、防御を固めろ。援軍が来たら一気に反撃だ。と思って防御の布陣を敷いてたら、敵総大将の孫権が一部隊で突出。旧兵の長将が通常攻撃。続いて周公も弓で攻撃。さらに周具が火矢で追い打ちだ。孫権、お前戦に向いてないんだからお兄ちゃんの孫作に総大将やらせとけよ。そして4日目のモーニングアローとともに援軍が到着。ただでさえ兵力こちらが勝ってるのに、追加で10万入りまーす。戦意上昇。てか孫権ほんとなんで攻めてきたの？あ、このタイミングで策略発動してきたぞ。総目海兵、これでは援軍が動けない？もともと到着時は一旦動けないのでは？もうやめて、私の規定ではあなたたちの行動原理がもうわからない。で一人来たから攻めてきた孫湯をタラコがか乱で攻撃。数の暴力でサクッとやっちまおう。櫓がもう持たないかと思ったけど、孫作の連携攻撃以外は大したことなく義理持ちこたえた。でも明日には壊されそうかな？本軍目の前に墓地で燃える孫権、ちょびっと北に移動。それにこうして隠れてた2部隊も出現。さすがに総大将単体ではないか。櫓は壊されず最後のモーニングアロー。櫓だけで1万くらいは削ってそう。お疲れ様でした。で動けるようになった援軍の女衛が孫権に連撃。はい敵総大将もう瀕死です。あれは総国の準優、灰になれごらー。田中ファイヤーで7000ダメージ。続いて李通が準優に連撃。準優残り3000。しかし勝覇王と呼ばれるだけのことはある孫作、我らの櫓の破壊に成功。だがその代償は総大将の弟の孫権の壊滅。敵の戦意はだだ下がりだぜ。取り残された孫湯はフルボッコにて処理完了。なーむ。お次の獲物は強いイメージだけどステータス7目の父、鳥間ヒヤをプレゼント。炎上と戦意低下で兵が逃げ出しとる。続けて周公の追い打ちの聖者で半壊。数の暴力で蹂躙中。哀れ七、モーニングアローで壊滅。割合ダメージかと思ったけど壊滅するなら微妙に違うな。お次は七の養子の主戦に趙雲が連撃。残り兵力100ちょっとで倒したも同然なのに、一騎打ちを申し込むイキリ趙雲。100かー、趙雲の武功になれー。もちろん趙雲の勝ち。我らのエース文集が孫作に連撃をかますが意外と頼る。孫作、敵ながら見事。うおー、バットに連撃を食らえー。あんたさっきすごい剣勝ったでしょ。あれは飾るようです。あ、微妙に残った。そして孫作さんは動けるデブの先行にされました。孫家三代に仕えた孫家もみんなで囲んでフルボッコ。味方多すぎ。はい準優も李通の通常攻撃でゲッチーン。田中の総国なのにこいついつもいいとこなしだな。あやべ策略使うの忘れてた。総目海兵と。おい。援軍に来たのにやることのない陳旧さん。誰もいない森に放火。何やってんだよ。戦法使えば一応軍港出るんだよ。そんな理由で放火すな。北から攻めてた孫生のフルボッコを開始。もはや戦後処理状態。囲んだ隙間に艦砲が猛突で突き飛ばし。駆けつけた総飛が罵声を浴びせ。周公が意味もなく範囲攻撃の乱射で孫生壊滅。なんか壮絶ないじめの現場を見た。最後は趙雲が残った孫家を吸収して終了。こちらの被害は1万くらいか？ほんと孫権何したかったんだよ。これにて陳留防衛成功。かーったどー。かつて後の油断こそ恐れるべし。で奮闘してた孫作を捕らえたんだけど、孫家の人は切ると仇討ちが偉いことになるので解放。孫家の武将はめちゃ多いから安易に切れぬ。今回の論考交渉は趙雲がトップ。無駄一騎打ちといい意外と出世に貪欲だったな。
では楽勝で防衛戦を勝利し久々に田中のステータスと地図で周辺の様子を確認しつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。嬉しいです。周辺からの侵略に遭うも余裕で耐え切った田中、ソジュと戦うための移動も完了。果たして次回ソジュを滅亡させることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。